ヨガはインドで5000年の歴史があるとされていますが、数十年前まで主に哲学としてごく限られた僧侶や学者の間で勉強されていたものをアーサナというフィジカルな実践として広めたとされるのが、現代ヨガの父として知られるティー・クリシュナマチャリヤ氏です。その弟子の中でマイソールで道場を開き、アシュタンガヨガというメソッドを確立したのがパタビ・ジョイス氏です。2009年に亡くなって、今は孫のシャラス・ジョイス氏が道場を総括しています。アシュタンガヨガの最大の特徴はメソッドが主軸にあるヨガということではないでしょうか。アシュタンガヨガでは何をどの順番で練習するかが決まっています。太陽礼拝 A、B からスタンディングシークエンス、フィニッシングシークエンスがあり、スタンディングとフィニッシングの間のシークエンスがレベル1から6まであります。レベルが上がるごとに難易度が高くなり、5と6は世界で練習しているのが数人と言われていますが、その内容を公開することは許されていません。最初のレベルのプライマリーと呼ばれるファーストシリーズでも難易度が高いポーズが多く含まれており、インターメディエイトと呼ばれるセカンドシリーズに到達しない人も多くいます。アシュタンガヨガの基本はマイソールスタイルと呼ばれる自主練です。シャラ、道場に朝行って自分が練習しているシリーズを練習します。先生がみんなの練習を見ていて、適宜直したりアドバイスをくれたりします。ポーズの順番は暗記し、考えなくても体が動くよう練習を繰り返します。シャラが開いている朝6時から10時くらいの間に行って自分の練習をして終わったら帰ります。シャラが閉まるまでに練習を終わらせれば基本的にいつ行っても大丈夫です。マイソールクラスに加えて定期的にレッドクラスという先生のカウントに合わせてみんな一斉にスタートして同時に練習する日があります。この日はみんなプライマリーシリーズを練習します。全くのヨガ初心者から何年も練習している上級者までがシャラという一つのスペースを共有し、隣のマット同士で練習するというのはアシュタンガヨガのユニークな点の一つですね。各シリーズのポーズは一つずつ先生から練習する許可が与えられます。次のポーズに進めるかどうかはその前までのポーズがある程度できているか、心身ともに次に進む準備ができているかで先生が判断します。シリーズのポーズが全て与えられたら次のシリーズに進むことが許されます。基本的に早朝、週に6回練習をします。月に2回訪れる新月の日と満月の日はムーンデーといって練習はお休みです。どのヨガでも呼吸が重視されますが、アシュタンガヨガの呼吸法はウジャイ呼吸といい、喉をバルブのように調整し音を出すもので、腹式呼吸ではなくお腹から胸まで空気を送り込みます。音を出しながら呼吸することで呼吸を意識し呼吸に集中することができます。一つのポーズを基本的に5呼吸ホールドし、ポーズとポーズの間にビンヤサと呼ばれる呼吸とともに動くフローが入ります。ポーズの順番だけではなくドゥリシュティといって目線も鼻を見る、手の指を見るなどポーズによって決まっています。自分の呼吸の音に耳を澄ませながら目線を一点に絞ることで集中を高めます。ヨガのクラスに行って他の人についつい目がいってしまったり、目を閉じたら今日これからやることを考えてしまったり、外の車の音が気になったり、なかなか集中できないという経験がある人は多いのではないでしょうか。アシュタンガヨガはそれらをシャットアウトしてマット1枚のスペースを自分だけの練習の場にするメソッドなのです。初心者でもマイソールクラスに行けば先生がその人に合ったレベルで練習できるように教えてくれますが、基本が自主練で先生も一人に張り付いていることはできないので、ここは意見が分かれるところだと思いますが、私は一つ一つのポーズの詳細は別途 YouTube を見たりワークショップに行ったりして勉強した方がいいと思います。マイソールの時間だけで徐々に理解していくこともできますが、プラスで各ポーズを研究した方が上達は早いと思います。
ただし間違った情報もたくさんあるので、最終的には信頼できる先生の指示に従いましょう。最初から自主練はハードルが高いと思ってレッドクラスに行く人もいますが、マイソールから始めてある程度進んで体がついていけるようになってからレッドに行った方がいいです。ハーフプライマリーと呼ばれるプライマリーシリーズの半分までだけをやるクラスでも初心者だと多すぎる、つまりマイソールであったらまだ与えられないポーズもすることになる可能性があり、体に十分な強さや柔軟性が備わっていないと怪我のもとになることもあります。また最初からレッドばかりに行っていると先生のカウントに頼るようになってしまうので、ポーズの順番を覚えなくなってしまいがちなのと、自分のペースでゆっくりじっくり探りながら練習するということができないということもあります。ポーズの順番は必ずしも簡単から徐々に難しくなっているわけではなく、各シリーズの登竜門といえるポーズがいくつか途中で出てくるので、そこを乗り越えられる準備をしていくイメージです。なので当然ながら後の方でできるポーズがある場合もあると思いますが、アシュタンガヨガはポーズの順番に意味があるので、スキップしたり自分の好きなポーズだけ練習するのは許されていません。もちろん先のポーズを練習したいという欲求は出てきます。でもそうすると体が十分な状態になる前に練習するようになって怪我をする可能性が高いです。私の場合、アシュタンガヨガを始める前にアームバランスをいろいろ試したくて練習して手首を痛めたり、ヒップオープナーをいろいろやって股関節を痛めたりした経験があります。怪我をするとフルキャパで練習できない日が続くので、結果的に余計遠回りになってしまい、精神的にも続けるのが辛くなってきます。とにかく焦らないことです。ゆっくりじっくり取り組めば体が強くなって柔らかくもなりますし、バランス感覚が研ぎ澄まされて心の上でも恐怖心を克服できるようになるので、その過程プロセスを大事にしましょう。私も実際にアシュタンガヨガを始める前は毎日同じポーズを同じ順番でするなんて絶対に飽きると思っていました。実際やってみると本当に日々体の状態は違いますし、考えていることも違います。同じことをしていても違う気づきがあり、半年経った今でも毎日新しい発見がたくさんあります。なので飽きることはないと思います。アシュタンガヨガはまず運動量が多いですし、レベル1のプライマリーシリーズでも難易度が高いポーズがたくさんあります。なので練習し始めてから数ヶ月間は筋肉痛やどこかが痛くなるということもあるかもしれません。それも体が強くなって柔軟性が高まれば自然と解消されるので、焦らないことが大事です。ただし間違ったやり方でポーズをしていると怪我をすることもありますので、その痛みが通過点の痛みなのか、心配すべき怪我につながる痛みなのかは最終的に自分で判断していかないといけません。間違ったやり方でポーズをしていれば先生が教えてくれますが、自分の体は自分が一番分かっているので、どこか痛みを感じる場合はいつもより何割か落とした感じで練習するか、先生にポーズを痛みを回避するようにモディファイ、ちょっと変える方法はあるか聞いてみてください。もちろん週3回練習するのと週1回だけ練習するのであれば3回の方がいいですが、最低でも最初の1ヶ月は週5、6回全ての与えられたポーズをきちんと練習することがおすすめです。特に疲れている時などに今日は練習をお休みしようかなとか途中までにしておこうかなと思う時もありますが、最初にそれを許す癖がつくと全部ちゃんと練習する時の方が珍しいなんていうことになる可能性が高いです。また日々体の状態は違うので、違う状態の中で同じことを淡々と続けることで体との対話がちゃんとできるようになります。疲れている時はゆっくり一つ一つのポーズが全然できなくてもいいので、いつもの半分くらいのエネルギーでもいいので全部やりきることで学びが深まります。週3回しかできないという場合でも、週によっては月水金、月火水といった感じで気分に合わせてするのではなく、
いつ何時にやるかを決めた方が、今日は疲れているからとか言い訳をする余地がなくなるので続けやすいと思います。日々練習することに慣れたら、適宜体を休める日を入れたり、ハーフで終わらす日を入れたりしましょう。アシュタンガヨガの先生としての認定取得は、総本山であるマイソールのアシュタンガヨガリサーチインスティテュートでのみ可能です。プライマリーシリーズを教えていいとされるオーソライズド1、インターメディエートシリーズまで教えていいとされるオーソライズド2、それ以上を教えることができるサーティファイドの3つの認定があるので、インスティテュートのサイトに掲載されているティーチャーリストを確認してから行くのがいいと思います。認定されていなくても長年アシュタンガヨガをやっていて経験豊かな先生はいますが、アシュタンガヨガは先生のガイダンスがすごく重要になりますので、練習するシャラはよく選んだ方がいいと思います。家の近くにシャラがない場合は、週1、月1でもいいので、信頼できる先生のところに通って、普段は家で先生から与えられたポーズまでを練習するのがいいかもしれません。私もまだまだアシュタンガヨガを始めたばかりでわからないことが多く、先生に怒られてばかりですが、アシュタンガヨガを始めて本当に心身ともに強く、そして柔軟になったという実感があるので、一人でもアシュタンガヨガをする人が増えればいいなと思ってこの動画を作りました。何か質問があればコメント欄にお願いします。それでは See you next time!